皆さんおはようございます。まめです。今日はビジネシーズ&ホビーズのアイテムを使って建築します。北欧のアパートメントの画像を調べてたら素敵なのが見つかって、どうしても集合住宅を作りたくなってしまったので、賃貸住居に設定して建築を始めています。外観はこのエリアの他の建物と合わせる感じでインダストリアル風。1階部分は共有スペース、2階と3階を居住スペースという感じにしています。このビジネシーズ&ホビーズで追加された階段が目新しくて、右付けと左付けに用途が分かれてる感じ、すっきりしたデザインで嬉しいですね。居住スペースの動線を確認しながら間取りを考えているところです。今回結構な見切り発車というか、海を望むベランダの部分しか具体的なイメージができてない状況で作り始めたので、バスルームの間取りとかは特にちょっと自分としては適当すぎたなっていう後悔があります。こんな広いのにベッドルーム2つしか作れなかったしね。これがそのイメージができていたというベランダね。ちょうど人魚の銅像に面しているのでいい景色ですね。気持ちよさそう。その横に見切れる形でキッチンですね。横長の窓にしたらちょうど人魚も見えて素敵だなと思ったんですけど、やっぱりここだけ窓が違うと外から見て変だよなってなったので、しぶしぶ元の窓に戻してます。ちなみにこのベランダとキッチン付近まではイメージが出来上がってたんですよ。本当は参考にした画像があるんですけど、なんか情報元をはっきりと特定できない画像だったんで、ここでご紹介することは控えますが、ストックホルムアパートメントとかで画像検索すると出てくるような画像が参考資料です。で、ビジネシーズ&ホビーズのソファーがね、ちっちゃいのしかなくってね、思ってたのと違うぞってなって一旦ここも保留です。デザインとかスウォッチはどれも好みだったんですけどね。諦めた暖炉周りに移ります。この暖炉めっちゃいいよね。私の大好きな暖炉と本棚をピタッと並べるレイアウトが可能になるやつ。こんな感じでね、後から並びは変えますが、こういう暖炉待ってました。せっかくね、三角コマですかもビジネシーズ&ホビーズで追加されたので使ったりしてます。で、暖炉を真ん中に置いて色を調整して位置も揃えてますね。いい感じ。好き。ビジネシーズ&ホビーズの柱は住居のインテリアには合わない感じだったので使いませんでした。でもシンプルな丸い柱とか使いやすそうでいいじゃんってなりましたね。これね。でもここでは三角コマも本棚も暖炉も角が角張ってるので、ここに丸い柱を置くのは変よねってなったので、結局ベースゲームの柱ですね。この一人掛けソファーの革の質感めっちゃ好き。シムズ4のソファー界隈の中ではトップレベルに好きかもしれない。茶色の革の質感が活かせるインテリアも次回挑戦したいですね。ディバイダーね、いいよね。ディバイダーっていう仕切りの先にはデスクエリアですね。ノートパソコンも追加されてるの嬉しい。あとは暖炉前の読書エリアですね。暖炉と本棚があったらもうそれしかないよね。このテーブル低くて可愛いじゃんって思ったらキャスターがついててってなってるところです。結局後で変えるんですけど、このデザインでローテーブル欲しかったな。ビジネスパックだからしょうがないか。これはドアの鍵穴の部分の色味が合うドアを探しているところです。こういう細かいところにこだわるから時間かかるんですよね。そんでトイレのドア狭いじゃんってなってバスルームの改変が必要なことに気づきます。今更変な間取り。使えるので OK としましょう。トイレに大きな鏡を置いてしまったので操作の邪魔にならないかも確認してます。ベランダにも家具を置いて、これでだいたい大きな家具の配置は終わりましたかね。それから床や壁を貼っていきます。かわいい。全部好きだった。使いやすいですね。このパネル素材みたいな壁紙もめっちゃ汎用性高い。こうやってインテリアのアクセントにも使えるし、後から外壁にも使ってます。無地の壁紙でも淡い色と濃い色とまんべんなく入っている感じでした。どの色を使うか迷っちゃいますね。ここは結局ネイビーにしました。ベッドルームは2つありますが、こっちは黄色ばっかり使ってみました。黄色ってそんなに大好きな色ではないんですけど、今回の建築アイテムの黄色はなんか可愛く感じていっぱい使っちゃいました。茶色との組み合わせが落ち着いて見えるのかな。悪くないよね。もう照明つけてますね。建築手順がバラバラだ。もう一つのベッドルームは緑がメインかな。こっちのカラースキームはちょっと苦戦しましたね。後で木材の色とか変わってるのがわかると思います。なんかこのラックにかけられる洋服の種類が少ないと感じたんですけど、私が見つけられてないだけですかね。バスルームはまさかのピンクがメインです。たまにはこういうのもい
いいよね。ここからは小物を置いてデコレーションしていく感じですね。この壁掛けの草はめっちゃ可愛いけど、箱の部分が白しかないのが残念ポイントではありました。あと他の植物もすごくいいのに小さいサイズのものがなかったのが不満ですかね。まあビジネスパックだからねってさっきから自分に言い聞かせてはいるんですけれども、ラグはとても気に入りました。特にこのちょっとヴィンテージ感あるやつが好きです。せっかくなので基本的にはビジネシーズ&ホビーズの小物アイテムを使ってますね。テレビ周りのインテリアも仕上げていきます。このなんかちっちゃいものしか入らない壁掛けの棚も良かったです。多分普段はお店とかに使うんだろうけど、家の中でも悪くないよね。この辺からクラフトアイテムというか陶芸品をインテリアとして使わせてもらうことにしました。自分で作ってないけどさ、お店で買ったってことにしといて、ところどころ他のアイテムとデザインが揃うのが非常に嬉しかったですね。このキャンドルホルダーもめっちゃ可愛いですよね。でも写真フレームのそばに置くと誰かを追悼しているみたいになっちゃうのでやめました。そしてこのおしゃれなオブジェクトね、おしゃれすぎてもどこにどう置くのが粋なのか全く分からず、左右非対称なものってバランスが難しいよね。キッチンが暗かったのでライトを棚の裏に隠したりして微調整をしています。もうインテリアはこれで終わりかな。あとは外壁を塗ってもう一回上に続く階段を取り付けて、そんで上の階は丸々コピーです。色合いとかを変えることすらせずコピーした部屋を上の階に重ねて載せていきます。陶芸品だけコピーできていなかったので改めて置いてますね。これも下の階と全く同じです。で屋根部分を完成させていきます。高さに差をつけたかったので高さの違うハーフウォールとプラットフォームを駆使してのっぺりにならないようにしている感じです。周辺の建物の上の部分がデコボコというかギザギザな段差みたいになってたので、周囲に馴染むように同じような壁のアクセントを作ってみてます。街の一部感が出てきましたね。花壇は反対側のお家の花壇を真似して低いフェンスで囲って、これまた街の一部感、周りとの統一感を出す演出をしております。まあこんなもんかな。今空っぽになっている1階の共有スペースにはですね、アクティビティ系アイテムをこれでもかというほどぶち込んでいますので、これからゲームに入ってお見せしたいと思います。はい、ゲームに入ってきました。これが完成形です。でビジネシーズ&ホビーズのプレイ動画で遊んでいたジェニファーとシモーン親子に住んでもらってテストしてもらってます。ということで1階から見ていきますね。さっきも言ったんですけど、とにかく下には上に置けなかったものを詰め込んだ感じなので、ほんとバラバラな感じなんですけど、チェステーブルがあったりとかコーヒーエリア、あと上に置けなかった電子レンジとかね置いてみたんですけど、あとピアノもギターもあるのでスキル上げもできるし、子供用品もあるので子供のスキル上げもできると。で、ここはリーディングエリアみたいな感じにして、でここに1個個室作ってるんですけど、これは自習室みたいな感じでね、めっちゃ黄色いからなんか集中できないかもしれないけど勉強できるエリアをというか、上に1世帯につき1つしかノートパソコン置いてないんで、足りなかったらこの共用スペースで使ってねっていう感じですね。そんでここが今の方はあれですね、上の階に住んでる方ですね。おそらくちょっとトイレなのでお邪魔して申し訳ないですけど、シャワー浴びていらっしゃいますが、上の階の住人です。一応ジムもあるのでシャワーとあとトイレとっていう感じですね。この大きい植物をやっと置く場所が見つけられたっていう感じで嬉しいなっていうところです。でこのバンクシー的なねグラフィティも可愛いですよね。仕切りの向こうには上の階に全然置けなかった事務用品ですね。なので公共施設みたいになっちゃってるんだけど、イメージとしては住民しか使えないっていう感じですかね。外にはバーもあるし、絵描くところもあるし、チルできますよっていう感じ。ブランコも置いてみましたけれども、こんな感じです。全貌はすごいね、いい感じに周りに溶け込む建築ができたんじゃないかなというふうに思ってます。こっちもねめっちゃ天気悪いけど、はいということでですね、この階段を上に上がると廊下的なところにつながってて、ここから玄関ですね。でローマがいるのでね、猫用品とか置いちゃってるんですけど、ギャラリーにあげてあるものには猫用品は入ってません。ここが今ジェニファーがお風呂入ってるけどバスルームですね。今回天井を忘れずに塗ったのでいい感じ。シャワーとバスルームと広いのでトイレもあります。隣がなんかすごい変な入り口だけどトイレんで、これがベッドルーム1、こんな感じ。色合いにすごい迷ったんですけど、結果的には悪くないかなっていう風に思ってます。キッチンですね、シンプルで、こちらがローマです。かわいい、ちっちゃいね。ここがベッドルーム2ですね。この知らない間に追加されていたアートワーク
とか、これはビジネスイズ&ホビーズのやつですね。でここがラウンジですね。でまたここも猫用品置いちゃってますけど、こんな感じでね、せっかくなんで火つけてもらおうか。デスクエリアはこんな感じ。いいじゃないですか。やっぱ天井を塗るとね、雰囲気出ますよね。この床材がとても良かったです。好きな感じのコンクリートでした。あとはベランダですね。今日は天気悪いけどね、本来ならば人魚がねちょうど見えますよっていうことで、そんな感じですかね。で上も全く同じなので見えるかな。見えないか。今貸しに出しちゃってるので上見えないですけど、全く同じ作りになってます。そんな感じでね、ビジネシーズ&ホビーズの建築アイテムを思う存分楽しみました。でこれあれよね、花瓶だからこれさせるのかな。かわいいじゃん。はい、ということでね、ビジネシーズ&ホビーズの建築アイテムがとっても素敵だったので、建築意欲をかき立てられました。今回賃貸住宅っていう形にしてるので、フォーレントを使用しているっていう風には、アイテム上はね、このフォーレントのアイテムを使ってますよみたいなマークはついちゃってるんですけど、でも実際に中に使ってるアイテムはビジネシーズ&ホビーズのパックとベースゲームだけです。後でギャラリーに追加しておきます。そんでフォーレントをお持ちじゃない方のために、賃貸住宅じゃない形にしたものもギャラリーにアップロードしておこうかな。そしたらフォーレントをお持ちじゃない方もダウンロードして配置できるのかな。ちょっと待って、この人さ、自分の家にシャワーあるはずなのにずっと共有部分でシャワー浴びてるな。しかもヘッドフォンつけたままだし。ちなみにこの人って有名人だったんだ。全然さ、ゲットフェイマスパックは遊んでないから分かんなかったけど、ってことは話しかけらんない？自己紹介ぐらいしとく？せっかく一緒の建物に住んでるし。すごい盛り上がってます。あなたたちの上の階に住んでる有名人ですはい、ビジネスシーズン&ホビーズのパックなのにもかかわらずビジネス区画ではないんですが、もしそういう風に遊びたいって方はね、もう1階部分をご自分の好きなようなビジネスに変えてもらって上に住むみたいな感じにできるんじゃないかなと思いますけど、多分だけどこれを変えてね、今は変えられないけど区画のタイプを変えればねできるんじゃないかなと思いますので、もし使ってみたい方がいたらぜひダウンロードしてみてください。すごい、ジェニファーが恋愛アクションしてましたね。すごい積極的じゃん。でもせっかくね同じ建物に住んでるから仲良くできるといいですねはい、ということで今日の動画はこの辺にしておきます。概要欄にも書いておきますけど、ギャラリーの私の ID はローマ字で豆ケチャップです。書いときますね、概要欄に。ということでご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。またね。